こんにちは、アンナスです。今日はバリオンステッチでコーヒー豆を作るところを実際にちょっとやってみようかなと思います。バリオンステッチってたまに質問されて、どうやってやるのかっていうのをよく説明することがあるんですけど、過去にもいっぱい動画は撮ってるんですけど、今回ちょっと改めてやってみようかなと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、それではバリオンステッチの刺繍の仕方を説明します。結構バリオンステッチってそんなにしょっちゅう出てくるステッチでもないですし、でもたまに出てくると使いたいですよね。結構主要なところにこのバラになったりとか、あとコーヒー豆ぐらいしか私は使ってないんですけど、どうやって使えばいいのかちょっとわからなくてあんまり登場しないんですが、バリオンステッチあると結構存在感があって面白いので、今日はコーヒー豆を刺繍しようと思います。以前日曜日に YouTube ライブやってるんですけど、その時にこの図案でここのコーヒー豆をバリオンステッチでやって結構可愛かったので、ここでもあるんですけど、ちょっとこのやり方をもう一回おさらいしようかなと思います。バリオンステッチって結構もう過去に何回もやってるんですよね。なので過去の動画を見ていただくと、バリオンステッチ徹底攻略とかっていろいろもう何回もやってるので、それで見ていただくといいんですけど、せっかくなのでちょっと質問が多いステッチなのでね、やってみようと思います。6本取りです。6本取り用の針に入れて玉留め、まず上から出します。でそのコーヒー豆のサイズこれぐらいかな。で同じ穴に戻す。こう123で、針はちょっと上を長めにしてここに巻いていかなきゃいけないので、こういう感じでセッティングします。じゃあ巻いていきます。巻くときはこの糸を持って12345678910回糸巻きみたいに綺麗に巻きます。でしっかりこう揃えて、で巻く時のポイントとしては緩く巻くっていうのが大事です。強く巻くと針が抜けなくなるので、緩く巻いて、で、巻く回数は10回前後、9回でも11回でもいいんですけど、10回ぐらいを目処にします。もっと20回ぐらい巻いたりするバリオンステッチの方法とかも、方法っていうかやる人もいるんですけど、私はそれやると絶対失敗するので、もう10回巻きのバリオンステッチを作るっていう設定しかもうやってないです。なので、10回で巻きました。じゃあ引っ張ります。ちょっときつかったですね。抜いて、抜く時もこうやって親指で押さえておくと綺麗に抜きやすいです。でまだこれ全部抜き終わってないんですけど、これで一気にギュッてやらないんです。これを一気にやると汚くなるので、ちょっとずつちょっとずつそーっとこのコイルをしっかり後ろの指と親指で押さえて少しずつ引っ張っていきますね。こういう感じでちょっとずつこうやって引っ張っていって、最後こうググッとやって、いい感じにできました。そしたらここにこのさっき針を出したとこの根元あたりに針を落とすと、これで出来上がり。もう一個やります。上から出して下に刺して、また元の位置に出す。でここに10回巻きます。12345678910で揃えて引っ張る。でまだこの状態ですね。これでちょっとずつ縮めていっ
て、もうコーヒー豆みたいになりましたね。はい、結構いい感じにできました。でも玉留めしておこうかな。玉留め私苦手なので裏に絡めておきます。もうこれで出来上がりなんですけど、本の中ではストレートステッチが真ん中に入ってるんですね。こういうの入れてもいいです。これだけでも豆にはコーヒー豆には見えるんですけど、そういうのを入れる場合は、一応やっておきましょうかね。何本取りだっけ？2本取りだったかな。はい、これで裏に絡めて、ストレートステッチを1本。これあんまりギューって引っ張ると奥に行って刺繍糸が見えなくなるので、ふわっと残しておいて、これなくてもどっちでもいいです。もう好みですね。これはストレートステッチはあってもなくてもどちらでもいいです。っていうので出来上がりです。なんかいっぱいあっても可愛いですよね。でもこれだけだと何かわからないので、もしやるんだったらこのコップとかスプーンとか、なんかちょっとこういう小物があると、これコーヒー豆なんだなっていうのがわかるので、なんか小物と一緒に刺繍するといいと思います。これだけだとちょっと多分わかんない。これはチョコレートって書いてあるからこれチョコレートだなってわかるんですけど、これだけ刺しても多分何かわからないと思うので、コーヒーって思わせたい場合はなんか他のものも一緒に刺してあげると分かりやすいんじゃないかと思います。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。